品中です。今回の動画はシリンダー内のピストンの交換作業をやっていきたいと思います。こんな感じでちゃんと動くようになって中も綺麗になったんで、これは取り付けが楽しみだな。でももしかしたら漏れてるかもしれないけどね、わかんないけど、ただね、この中のシリンダーのねサークリップ取るのめちゃくちゃ大変だったんだよね。大変っていうかね、ちゃんとした道具必要かなって感じなんで、そこのところを見てもらったらいいかなと思います。ではどうぞ。いいじゃない。こんなの錆びてんのかこれ。じゃあレフをばらしていく。すげえことになってる。はい、古いやつ外れた。こんな汚いなこれ。サークリップ見えんな。ちょっと一回これ洗浄する。でかいよな。でかいよな。もう積んだ。積んだと思いきや、アストロでスナップリングプライヤーセット買ってきてたんですよ。さてこれでどうだ。なんかいけそうな気がする。勝て。しかも暗くてよくわからん。もう地味に届かない。マスターシリンダーのこのクリップ全然外せなくてね、90度熱やってもね全然届かないんですよ。これ安物のやつダメね。やっぱり安物は全然届かないっていうことでね、 KTC の曲がり型ロングステッププライヤー買ってみました。やっぱり専用工具だね。そこ外れましたよ。めっちゃ苦労してたのにこれマジか。やっぱ道具はちゃんとしたやつ買わなきゃダメだこれ。はい、抜けましたよ。切ったねなこれ。専用工具だったら一瞬にして外れたマジで。もうこの間の黒一体何だったのって本当に。じゃあね、これなんか掃除していくね。こんなに用意したからね、バルブコンプレッサーがこれ使ってこうギュギュギュ押してみたりとかにやってみるけど全然ダメだった。マジで切ったねえね。綺麗になった綺麗になった。
ゃあこのマスターシリンダーのねパーツ、これ一応並べてみたんで、これの方をね組み付けしていきたいと思います。これがマスターシリンダーの本体ですね。一応中の掃除も終わって、風が強いからスプリング飛んでく。掃除も終わって、中も一応綺麗になりました。シリンダーのオーバーホールキット買ってあるんで、一応並べ順がこうかな。こういう感じで並んでいくんで、見つけいきたいと思います。このねスプリングとこのなんていうのかな、キャップみたいなやつつけてね。でこれ自体引っかかり別になんもないからね、このままただはめ込むだけでいいのかな。シリンダーの中に入れると、でこれがまあ蓋っていうのかなみたいな役割になります。お次にシリンダーにねゴムをつけていきたいんですけど、ゴムなんだろう、わかんねえ、名前わかんねえ。これね向きちゃんとありますからね、ちゃんとねこの返しみたいのがついてる方があるから、これ向き気をつけるようにしてねいってくださいね。では早速これをつけていきます。今までねここにこうやるときにね、この中に入れてからここ通してたんですよ。こうやって通してたんですよ。ただねこのドラムブレーキのカップロケットっていうのかな、車のリアブレーキオーバーホールするときに昔買ったやつなんですよね。でこれがねちょっとねいろんなサイズあるんでね、このやつ見たらね、なんとねぴったり合うんですよこれ。いやこれをねつけていけば楽になるんで、こうスーって中に入るんで、じゃあこれをつけてやっていきたいです。多分これあれば楽だよね。これとねでこっちにも一応グリス塗っといて、滑りをよくしといて、でこれをこうやってから、多分これめちゃくちゃ楽だよこれ。スーポンって感じでしょこれ。いかないしスーポンとは。ほらくっそ楽マジ楽これね。でこうやってつければこれぴったりなんだよこれ。超楽です。これいいかもしれない。アストロのねカップロケットセット、これいろんなサイズあるからね、それぞれあったやつでいいかなと思います。で組み合わさったんで中に入れると、はい、そしたらね外すときめちゃめちゃ苦労してたこのサークリップつけていきます。これは特に向きないのかな、なんかあんのかな向き、ようわからん。テーパーがある方とない方であるな、向きがあるな。ってことはテーパーがついてない方が下かな。はい、
い、じゃあね、一応ね、この中のねクリップがしっかり収まってるかどうかちゃんと確認してくださいね。これね、じゃないとこうスコーンってかけてくる、スコーンってねじゃあそんなことはまあいいんで、まあ、やっぱりね、ほんともうちゃんとした道具は買いましょう。もうクスト楽ですこれ。そしたらね、このラバーここに収めて終わりとなります。まさかリアブレーキのオーバーホールした時に使ってるやつが役立つとは思いませんでしたよ。やっぱり結構いいね、ドラムブレーキのホイールシリンダーオーバーホールしたいのもうほんとただそれだけかと思って買ってたんだけどね、まあ、意外な使い方もありましたんで、これいいかなと思うんで、ぜひ皆さんもやるときにこれあった方がいいかも。こんなやってる人だったら持ってる人多いと思うんだけどね、こういうのもいいかなと思いますんで。でこっちにもね、一応グリース塗ってこの中に収めると。何回かこうやって押せば馴染んでくるはずだから。ほら、入った。マスターシリンダーのオーバーホール完了しました。一応スムーズに動くようになったんで、これでちゃんとここから油圧が出るかなと思います。あとはこのブレーキレバーとかですね、ここら辺も組み付けていって、一つのパーツとして残しておこうかなと思いますんで、そちらの方も、組み付けっていうかね、ただバラバラにならないようにパーツを一緒にするだけって感じなんですけども、軽く締めて抜けないようにするだけ。こうか。あとね、ブレーキのスイッチも一番最初点検した時にね、これもう全然やっぱりもうこっちのスイッチがダメだったみたいで、じゃあ通電テストやってもここ前のやつダメだったんで、これ新しいやつ、モノタロウで買ったやつね、これあったんで、これ本題用のやつ取り付けていきますよ。これぴったりこの間収まるようになってるんでね。じゃあこれでとりあえず完成しました。はい、ということでね、このシリンダーの方の交換作業の方の動画上げたんですけども、ここまでなんとか終わったんで、次はこの固着しまくったキャリパーをオーバーホールしていきたいと思います。こんなところ錆びてるしね、ここなんかガチガチよ、取れないようバラしてからオーバーホールしていきたいと思います。